国土地理院の空中写真を見ていると、引き込み線を発見しました。ここは兵庫県姫路市にある JR 磐丹線仁分野駅の南です。緩やかなカーブは線路跡の特徴ですので、すぐにわかりました。引き込み線の先である右下部分は現在病院の敷地です。病院ができる前は工場があったようです。戦争中、その工場は軍需工場となり、国の命令で学生も工場で働いていたようです。そこで私は次のように推測しました。引き込み線は軍需工場への物資輸送のために設置されたのではないかと。ただ疑問もありました。この写真では線路が残っていません。また右側のカーブの角度がきつく、列車は曲がれないのではないかと。この引き込み線についてインターネットや図書館にある本での記載はありません。自分なりに調査しましたのでお伝えしていきます。調査のポイントは2点です。1点目は線路跡、2点目は工場跡です。では1点目の線路跡を調査します。各年代の空中写真を見ていきます。まず今の写真は1961年から1969年、昭和36年から昭和44年の写真で、戦後16年から24年のものです。左側の本線と比較すると線路がないように見えます。これは1974年から1978年の写真です。カーブ付近の土地が何か利用されています。線路がないことは明らかです。これは1979年から1983年の写真です。先ほどの写真と同じ範囲で何かしらの構造物があります。1984年から1986年の写真です。構造物がなくなっています。写真が鮮明で、北側のカーブもよくわかります。現在の空中写真です。周囲は住宅地となっております。北側には線路1本分の土地が確保されています。私はこの時点で引き込み線の土地は確保したが、線路を設置するまでには至らなかったのではないかと思いました。今昔マップで確認します。左右の地図は同じ範囲を示しています。左側の地図は1903年、明治36年の地図です。引き込み線はありません。1923年、大正12年の地図です。引き込み線はありません。1967年、昭和42年の地図です。引き込み線はありません。右は同年代の写真です。引き込み線の土地は存在していたが、地図上では記載されていません。おそらく田んぼのあぜ道のような認識だったのではないでしょうか。1点目の線路跡の結論としては、1961年から1969年、昭和36年から昭和44年の写真でのみ、引き込み線の土地を確認できたということです。では、2点目のポイント、工場跡を見ていきます。現在は、この付近は病院がありますが、その前は工場がありました。当初は工場ではアメちゃんを作っていたそうです。戦争中は軍需工場となり、砲弾、飛行機部品、鉄鋼製品を作っていたそうです。病院は1950年に8床の診療所として開設し、1963年に新病院として285床に増設されました。したがって黄色の部分は病院だと思います。
285床はありそうです。同じ年代の写真で姫路城の横にある病院を見ると同じような建物があります。ただ、この北側の赤の部分は工場のように思います。屋根の形をよく見ると自然光を取り入れるための小さな屋根や窓があるように見えます。北側の工場を調べたところ、1958年からこちらで鉄鋼製品の製造をされていたようです。別角度からの空中写真もホームページに掲載されていました。今回の調査をするまでは病院の場所に工場があったのだと思っていましたが、北側にあったのかもしれません。今回病院と工場が並行して存在していたということが分かりました。ここで新たな地図を見つけました。昭和7年の地図です。何もありません。昭和22年の地図です。不鮮明ですが、建物の配置はわかります。戦争が終わって2年後の地図なので確実だと思います。現在の病院の場所に工場があります。これではっきりしました。まとめます。昭和7年以降に工場ができました。アメちゃんを製造していました。昭和16年に太平洋戦争が始まり、昭和17年に福崎町に弾薬庫ができたので、昭和17年頃と推測しますが、軍需工場となり、砲弾、航空機部品、鉄鋼製品を生産しました。弾薬庫への引き込み線と同じ年と推測すると、昭和18年に引き込み線の土地を確保したと推測します。昭和20年に戦争が終わり、工場は米軍の管理下に置かれ閉鎖しました。その後、工場は土地を売却し、昭和23年に教会ができ、昭和25年に診療所ができ、昭和27年に病院として形を整えました。昭和31年、元あった工場を別の会社が買収し、昭和33年から線路のレールを製造します。鉄鋼製品は共通していますので、そのまま使用できた建物や設備もあったかもしれません。昭和38年、新病院が増設されました。このような流れとなります。北側の工場は引き込み線に合わせて建てられたのではなく、土地の形に合わせて縦に作られたのでしょう。図書館で戦争体験談の本を見て、軍需工場のことは知っていましたが、まだ詳しく調査できそうです。戦時中は空襲に備えて地下に工場を作ろうとしたらしく、西側の山には防空壕が作られたようです。また、ベトナム戦争の難民を受け入れた時は、軍需工場で使用していた宿舎を利用したそうです。今回はこの辺りで終了といたします。この度もお時間を頂戴し、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひご登録をお願いいたします。動画が面白かった方は、ぜひグッドボタンを押してください。今後もご支援、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。かっちゃんチャンネルでした。